こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回、アンチグラビティ A1 動画第3弾となります。第1弾では、この A1 というドローンがどういうドローンなのか徹底解説しています。第2弾では、この Mavic Mini 5 Pro と飛行方法とか撮影方法、そして動画の編集に違いがあるのか、その辺を比較してみました。で、今回はいろんな条件の下で飛行性能ですね、安定性などに差があるのかというのを屋外屋内でいろいろな条件でテストをしています。実績のある DJI の Mini 5 Pro とこの新しく出てきた A1 何か差があるのか今日ぜひ見ていただければと思います。で、動画の後半では新しく追加された A1 のシミュレーター機能も試しています。そして最後にはセール情報もお伝えしますのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速屋外でのテストの様子をお見せしたいと思うんですが、状況としてはこんな感じで風に対するテストなどもしたかったんですが、海辺にもかかわらずですね、あまり風がなくて、風速4メートルぐらいでしょうかね、2メートルから4メートルを行ったり来たりするような風の中でのテストになりました。でまずはこういう状況の下でのホバリングの安定性とか、あとは通常の飛行時の安定性などいろいろとテストしてみました。まずはアンチグラビティ A1 なんですが、離陸してホバリングをしております。左の方からと、あとこの映像の手前の方から風が吹いているんですが、このぐらいの風であれば全く問題なくホバリングをしています。で次はミニ5 Pro なんですが、今ちょうどこれ後ろから風が機体の後ろからこう吹いているような感じですが、全く問題ないですね。3、4メートルの風はもう何の問題もないですね。海外のテストなどを見ていると風速10メートルとか、そのぐらいまでは全然問題なく飛ぶようです。日本ではね5メートル超えるともう飛ばさないということが多いかと思うんですが、そのぐらいの耐風性能はあるようです。この後2機ともにいろんな飛行モードを試したりしつつ飛行させたり撮影してみたんですが、この程度の風であれば全く影響を感じることなく、少し高度を上げたりとか向かい風に向かって飛ばしたりもしたんですが、2機の飛行性能とか安定感に差を感じることは全くありませんでした。まるで同じ機体を飛ばしているような感じでした。でもう一つテストしたんですが、これはですね、こういう細い枝をちゃんと検知して機体がブレーキがかかるのかというテストをしてみました。まず A1 の方なんですが、この木の上の方のひょろっと出たような枝などももうしっかり感知して、もうこれ以上進まなくなりますね。 A1 の場合はもう前側にしかセンサーがないんですが、機体自体が前にしか進まない仕組みになってますので、しっかりと障害物で止まるというのは確認することができました。で同様のテストをミニ5 Pro でもいろいろと繰り返してみたんですが、これちょっと下の方のいろいろ茂ってるあたりでテストをしてみてるんですが、細い枝でやっても同じでしたね。ちゃんと感知して、でこのドローンは横や後ろなども自由に飛びますので、それも感知するかっていうのをこんな感じで横方向などもテストしてみたんですが、ちゃんと手前で止まりますので、同じような精度で認識しているという感じでした。で天気も良かったので飛行映像、ドローンから撮った映像もお見せしたいと思います。前回の動画、第2弾の動画で映像の比較等はしていますので、興味のある方はぜひそちらも見ていただければと思うんですが、どちらも非常に綺麗な映像を撮ることができます。これは A1 の映像になります。 8K360 度映像を 4K で通常の映像のように切り出した映像になります。明石海峡大橋が遠くに見えて非常にいい場所ですね。でこちらはですね DJI Mavic Mini 5 Pro の映像になります。ミニ5 Pro は通常映像と D-Log-M というログ撮影もすることができて、自分でカラーグレーディングなども楽しむことができます。これは通常の映像になります。で次は屋内でのテストになるんですが、今回はドローンの屋内練習場で飛行してみました。周りにネットが張ってあったりする場所なんですが、A1 の方はスポーツモードで障害物回避モードが全てオフになっている状態です。でミニ5 Pro の方も
送信機側で障害物回避機能をオフにした状態でテストをしました。で、さらに部屋を暗くして、その状況でも安定してホバリングしたり飛行したりすることができるのかというテストをしてみました。まずは A1 のテストをしてみたいと思うんですが、こんな感じで非常に暗いところですね。実際はもっとね、この映像をちょっとカメラが頑張って明るく映してるんですけど、もっと暗い状況でした。で、そういう状況でも明るい日中の屋外での飛行と何ら変わりのないホバリングもできますし、少し移動させてみたりもしたんですが、全く問題なくコントロールすることができます。ピタッと安定してその場でホバリングをしています。で、次はですね、Mavic Mini 5 Pro ですね。こちらも同じ明るさというか暗さの部屋でテストをしてみました。こちらも非常に安定したホバリングをすることができています。この後試験用のこの8の字飛行などもしてみたんですが、日中と全く変わらず安定していました。で、次のテストは A1 のみでやったんですが、センサーを全て覆ってあります。この下のTOFセンサーとか前方のこの障害物カメラセンサー全て覆ってあります。あとは下側の魚眼レンズも一つ覆ってあります。生きているのは上側の360度カメラの上側の部分だけになります。この状態でも全く問題なく高度を保って、位置も座標もしっかりと保ってホバリングすることができています。で、さらにこんな感じで、上から押してみたりとか横にずらしたりなんかしても全く問題なく元の位置に戻ります。不思議ですよね。これ GPS も屋内なのでほぼ効いていない状態でした。ゼロだったんですけど、それでもね、こういう感じでパッと離すと元の位置に戻ってピタッとホバリングをしています。で、今度は電気を消して暗い状態でも同じことをやってみました。もっとだんだん大胆になってきて、これデモ機なのでちょっと大胆なテストをしてみてるんですが、胴体を掴んでこんな感じで少しずつ引っ張ってきてですね、1メートルぐらいでしょうかね。で、次はもっと大胆に2メートルぐらいでしょうかね、引っ張った状態、もっとかもしれないですけど、あの状態で離します。やはり何の問題もなく戻りますね。戻りますね、ちゃんとね、真下に。おお、すごい。で、ミニ5 Pro も同様に少しつついたり引っ張ったりしてみたんですが、こちらはセンサーは特に隠してはないですね。障害物回避機能だけオフになっています。つついてます。むちゃくちゃ安定しています。で、少し引っ張って離した時なんかもものすごい力で戻っていくんですね。で、ちょっと行き過ぎて戻ってくるみたいな感じになっています。後ろに引っ張った場合も同様ですね。元の位置に戻ります。ちょっとやりすぎて壊すといけないので、こちらはちょっと控えめにテストしてみたんですが、こんな感じでちょっと離れたところから離した時は半分ぐらいの距離のところで止まってしまいましたね。元の位置には戻りませんでした。ものすごい力で戻ろうとするので、あんまりやるとなんかドローンがひっくり返っちゃうんじゃないかっていうちょっと恐れがあって、この辺でやめておきました。この時もうちょっと手が離せないような感じになったので、こういう感じで停止しました。で、最後にちょっと屋外テストの時風が弱くてあまり耐風性のテストというのができなかったので、このブロワーを使って急に風が吹いた場合にどんな挙動をするのかちょっと試してみました。で、まず A1 でテストしてみたんですが、明るい部屋の中でテストしてみました。こんな感じです。上から下から横から急に強く当てたりしてみたんですが、全く問題ありませんでした。
ドローンがどこかに吹っ飛んでいってしまったりひっくり返ったりするようなこともなく非常に安定した状態でホバリングをしていました。次に部屋を暗くして同じようにいろんな方向から風を当てたり強くしたり弱くしたり突然当てたりとかもしてみたんですが、やはり何の影響もありませんでした。むちゃくちゃ安定しています。ミニ5 Pro でも同じようにまずは明るい室内でいろんな方向から風を当ててみました。結構揺れはするんですがそれ以上特に問題もなく、横から張ってると一瞬場所は変わるんですけど元の位置に戻ってきます。で同じことをやはり暗い中でもテストしてみたんですが、安定感、安定性、バランス変化は特に感じませんでした。非常に安定しています。でこういう状態の時映像がどうなっているのかっていうのも2機種比較してみました。まずこちらが A1 になります。サイドからブロワーを当てています。ブンブン当てたり避けたりしながらかなり揺れている状態ですが映像も非常に安定しています。でこちらはですねMavic Mini 5 Pro ですね。正面から当てている様子です。で横から当てている様子ですね。Mavic の方はジンバルで安定を保っています。ということで屋外屋内のテストいろいろとしてみました。少し意地悪なテストもしてみたんですが、DJI のドローンはねもう歴史もありますしミニシリーズももう第5世代ということで非常に完成度が高いんですが、アンチグラビティ A1 は新しいブランドでしかも初号機ということでどの程度飛ぶのか未知数だなって感じている方もいらっしゃると思うんですけど、今日見ていただいたように基本性能もむちゃくちゃ高くていろんなコンディションでも Mavic Mini 5 Pro と全く同等遜色なく飛ばすことができるように感じました。インスタ360が母体になっているブランドなので完成度がすごく高いっていうのが分かっていただけたかなと思います。で次に A1 に新しく搭載されたフライトシミュレーション機能も試してみましたのでその様子もお見せしたいと思います。ビジョンゴーグルをかけるとこういう映像が見えます。これですね。フライトシミュレーターというものが搭載されました。新しいファームウェアで入っています。これを開いてみたいと思います。仮想飛行中グリップコントローラーではドローンを操作できませんとあります。今からはここに映っているこれですね。このドローンを私が操作することになります。これがね、仮想空間で顔を動かすとまさに今私がそこにいるかのようなもう全ての方向を覗くことができるようになっています。うわすごいふわふわする。はい、じゃあちょっと飛ばしてみたいと思います。起動しました。離陸します。ドローンに乗り込みました。じゃあまず塔の方に行ってみましょうか。今はノーマルモードで飛んでいます。左に向けると左に曲がりますし、右に向けると右に行くのはもう本当に実機を飛ばしてるのと全く一緒です。感覚的にも本当同じ感じですね。すごい。大きな風車があるのでこっちに行ってみたいと思います。今はね、この真ん中の六角形のものが上に向いているので上昇しつつそっちの方向に向かっています。右下で高度が H っていうのが出てると思うんですけど、それが80メートルとか90メートル、これが高度になります。すごい。こっちになんか家があるんでこっち行ってみましょうか。この六角形のポインターを向けるだけでそっちに向かっていくので操作はむちゃくちゃ簡単です。シミュレーターだから簡単なわけではなくて実際飛ばしていてもこんな感じですね。高度150メートル超えましたね。これはちょっと実際には日本ではできない飛行になりますが、シミュレーションなのでどこまででも上がっていくことができます。上に向ければもうどんどん上に上がっていきます。220メートル。山を越えてみましょう。障害物を検知したので止まってしまいました。ちょっとじゃあこのコントローラーで、すごい。すごい。ちょっと後ろを振り返るとこんな感じで見えます。すごい。ちょっと山越えてみましょうか。
270メートルまで上がりました。この状態で、もちろん後ろを振り返ることもできます。で、ドローンはこっち方向に進ませつつ、自分はこういう感じで横を覗き続けることもできます。この上に小さい窓でドローンが今向かっている進行方向の映像を見ることができるようになっています。で、メニューを押して FPV モードっていうのもあるんですね。で、これにすると、このコントローラーの左右の傾きだけで向きが変わります。これはまたすごい。という感じで、全く墜落を恐れることなく、いつでもどこでも家の中でも A1 の練習ができるようになりました。ドローンね、なかなかこう飛ばすまでのハードルが高いですからね。はい。これがシミュレーション機能になります。最後にお得情報をちょっと紹介しようと思うんですが、これがですね、アンチグラビティの公式サイトになります。で、ここを見るとですね、今、空が呼んでいる 15% オフというふうに書かれているんですが、15% オフのセールになっています。例えば標準版であれば20万9000円が17万7500円ということで、3万1500円の割引になっています。アルティメイトキットだともう3万9600円引きですね。4万円近い割引になっています。結構お得に買えるチャンスかなと思います。2月9日までセールになってますので、関心のある方はぜひ一度このサイトを覗いてみてください。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回もご視聴ありがとうございました。A1 の動画第1弾第2弾ともにリンク概要欄に貼っておきたいと思いますので、そちらもぜひご覧ください。このチャンネルではこういった面白いガジェットの紹介、それから比較動画、レビュー動画などをたくさん掲載しています。関心のある方はぜひチャンネル登録の上、他の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。